今日はですね、皇居のお堀の脇にある旧江戸城の外桜田門という門のところに来てます。一般にはここ桜田門って言われてますけど、正式には外桜田門で、もう一つ内桜田門っていうのがあったんです。でも今内桜田門は桔梗門っていう名前になってるので、桜田門といえばここです。それでですね、江戸時代になると正式な街道が日本橋起点とする東海道に定められたんですが、この桜田門から西に向かう道は東海道の裏ルート的な脇王間として江戸時代も使われました。この道は江戸時代はですね、平塚市にある中原というところにつながっていたので、中原街道と呼ばれました。この桜田門を起点とした道の方が古くてしっかりしていたので、徳川将軍の初めの3代ぐらい、家康、秀忠、家光ぐらいはこちらの道を通っていたそうです。中原街道を巡ってその歴史を解き明かしたいと思います。桜田門から外に出て、で江戸城の門の面白いのここです。外から厄介な人とかが入ってきちゃいけないので、わざわざ門2つで曲げてるんですよ、ここで。でこれ四角くなってるので増形門と言います。江戸城の門は大体こんな感じになってます。桜田門、なぜ桜田っていうか、この辺一帯が桜田っていう地名だったんですよ。桜田郷っていう平安時代ぐらいからある地名。埼玉県狭山市って知ってます？狭い山って書いて狭山、で桜田門の差も元はその意味だったって言われてます。結構狭い谷に田んぼがあったで桜だって言われたのが、いつの間にかおしゃれな字に変わった。この坂、これが霞ヶ関坂って言います。これが江戸時代の霞ヶ関坂。両側に大名屋敷があって、この間が霞ヶ関坂っていうの名所で有名だったんです。さっき桜田門のところでお堀越えました。あれ内堀って言います。内側の堀、江戸城の外側にもう一個外堀っていうお堀がありました。その外堀にかかっていた門が虎ノ門、そういう門があったんですよ。でそこの手前右見ると、あれ江戸城の石垣、あれが水面だったらしい。水がここまであったらしい。石垣の石にマークが彫ってある。幕府が大名に作らせたの。ここの石はうちがやりましたって各大名が自分のところの印つけてる。中原街道はですね、高いとこ峠越えますが、元々の道はこの道じゃないんです。元の道は実はこの右の道です。
坂登る時にまっすぐグイって登るよりはちょっと斜めに登った方が傾斜が急じゃなくなる、ただやっぱり車の時代になるとめちゃ不便じゃないですか。不便というか危ない。かなり早い時期に今の緩やかに曲がりながら登る道が作られました。中原街道は自動車はちゃんと交差点にして信号つけないと危ないからわざわざ曲げてるんですよ。古い道の際、左斜め前にめっちゃかっこいい建物ありません？消防署です。高輪消防署って右から左に書いてあるんですよ。今は日本えのき出張所って名前に変わってます。つまりこの辺に2本のえのきが、高台に大きい木があるから目印としてすごいよく見えた。特に海近いから船から見えたらしいです。目印になったらしいです。縄をまっすぐピンと張ったような一直線の道を縄手道、高台の縄手道から高輪と呼ばれるようになったと言われてます。実は昔はですね、こんな緩やかな長い坂じゃなくって急斜面を皆さん歩いてました。その証拠がここに、ほら、ここ実はこの位置からぐわっと急に斜面が立ち上がっていたのを道路を緩やかにして、足りない分はここからコンクリで持ち上げて緩やかに。明治以降になって車が走りやすいように緩やかな坂にを作ったのが今の坂。あの辺かな、あの辺に奥に見えるタワーマンション、ボロボロの古い旅館があったの。そこの土地を本当の持ち主じゃない人が売ってお金もらったけど、その人は本当の持ち主じゃないので買った方は自分のものにならないみたいな詐欺が本当にあったの。さて、国道1号はまっすぐビューと向こう突き抜けますが、中原街道はね違います。中原街道はこんな自動車の道じゃないので、もともとピューとは行きません。実はもともとの道筋このラインなんですよ。昔の道筋を残しつつ新しい道を作る。さっき坂降りました。なぜこう低くなったのかっていうと、川が削ったんです。長年かけて。橋が見えました。今でも川流れてます。川沿いなので水があるから田んぼになります。で、田んぼが約1500坪。昔の単位だと300坪を1単って数えました。1500坪だとこれね、めっちゃ面白いので、なぜこんな無茶な道作ったみたいな。何が起きたのかというと、国道1号はこの X のとこで左の方に抜ける。中原街道はそれを普通に十字にしないで、古い道筋があって、そこに新しい道筋が絡む時何が起きるかというと、変に土地が余ったりする。で、歩道がちょっと三角に角っこ広くなったり、ここのように歩道にするのもなんだねって時は草が植えられます。
ここはですね戸越地蔵村、江戸時代より古い道なので昔はいっぱいお地蔵様とか石の仏様が。戸越っていう戸越銀座で有名。戸越銀座は中原街道のちょっと向こうから始まる川が作った谷地を潰して商店街にしたところで、谷地なのでこの間の大雨でも洪水で、あまりにも地盤が悪いから銀座で一時期燃えないようにレンガ造りの建物を作ったんだけど、関東大震災地震で全部崩れちゃって、崩れて使わなくなったレンガを商店街の人がもらって敷き詰めたの。地盤が悪くて雨降ってぐちゃぐちゃになるから、それでただの商店街に銀座って名前つけたの。洗足池って言います。この辺はかなり古くから池があったんだろうと。実は昔は洗う足じゃなくて千の束って書いたの。周りの田んぼが潤っていたので千の束、つまり収穫がいっぱい多い場所、池っていうことで洗足池ってなったんじゃないかと言われてます。少なくとも家康がここ通って江戸に入っていた時はもうすでにこの池はあった。中原街道の旧道だって今歩いてて、そうなんですか。まっすぐ行くと多摩川に出るところにこう切れてますから、僕たちの小さい時代は20人ぐらい乗れるねボートで渡してくれたの。その頃丸子橋はまだなかったの？ありました。今広いんですけど、前はねこのぐらいしかないんですよ。危ない。そんな好きだったんですか丸子橋。びっくり。だから絶対行くなって言われてたんですよ前から。橋を取り替えてあれだけ広くしたんですよ。だから広い歩けるようになったんですよ。風情がないですよ。風情はない。風情があるっていうのはそこのさ桜坂のさ木がねうっそうとしてねなかなかいいとこなんですよここ。歌にもなりましたよね桜坂。福山雅治。歌ってから人がどっと来たんですよね。恋愛が成就するっていう歌なの。来ましたと。ちょうどここに丸子の渡しっていう渡し船があって、渡し船で対岸に渡り神奈川県の平塚市の中原っていうところにつながっていたので、